都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。格闘ゲームで対戦した後の心に残る一言って言われたことあります？いやでもやっぱり私は飛べないとかですかね。それ褒められてんじゃん。対空褒めらが取れるれてますってことでしょ？そう嬉しいですね。マスターは？ゲームセンターで鉄拳の第2戦をやってしこたま勝ったことがあるんですよ。しこたまかった。はい、2日後ぐらいにですね、そのゲーセン行った時に、あいつ負けすぎて鉄拳やめましたよって言われました。人一人命奪ってんな。ジン君はどうですか？俺はい、プロゲーマーのドグラさんと戦って、はい僕が勝った後に、対戦なんてしてないっていうのがねよかったね。あれ忘れられないですね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいまグラブルバーサスで活躍中の精鋭たちじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますよろしくお願いします。1人目のお客様は初めてのご来店となるタコ選手。4月現在バーサスレベルランキング2位、丁寧な立ち回りと正確な対空性能が持ち味の実力派プレイヤーです。2人目のお客様は2回目のご来店となるレン選手。レイジーグランブルーファンタジーバーサス2020サマー7位入賞。長きにわたりさまざまなタイトルで活躍を続けるトッププレイヤーです。どんなゲームを経てですね、このグラブルバーサスに至ったのかをお聞かせください。一番最初ヴァンパイアハンターかなと思ってハンター。本当に小学生ぐらいだったんですけど、大人たちに混じっても勝てるなって思えたゲームでしたね、一番最初に。でもそれからいろんなゲームやってますもんね。そうですね。バーチャロンとか。そうバーチャロンが格ゲー以外だと一番やってたゲーム。僕はずっとギルティギアというシリーズが好きで、小学生の時からギルティギア一筋でずっとプレイしてきて、小学生からギルその時最初にやったギルティギアは多分イグゼックスの家庭用だったと思うんですけあど、イグゼックスのそんな状況があって、ギルティをずっと続けてるうちに、そのギルティ仲間があれグラブルの格ゲー出るらしいよっていうので、僕も買ってみようかなってあって、で軽い気持ちでグラブルバートル始めたんですけど、これが予想以上に楽しくて、そこからはずっとハマって続けてます。今現状のグラブルバーサスのランキングもタコさんは世界2位なんで。すごい。それなのにタコっていう名前なのに名前は関係ないか。僕単純に気になっちゃったんですけど、なんでタコっていう名前なんですか？タコめちゃめちゃ嫌いなんですけど、食べ物昔オンラインゲームを始めようと思った時に、兄貴が出てきて、お前タコっぽいからタコにしろよって言われて、じゃあタコにするかって言って。タコっぽい。ちょっとわからない。タコっぽいのかわからない。いやリングネームそれぞれだよね。やっぱね、ガメラさんのリングネームもやっぱりね、聞いた時面白かったし。あれは面白かった。お互いの印象について伺いたいのですけれども。めちゃめちゃ格闘ゲームに対してすごい真剣に向き合ってる方で、めちゃめちゃ優しいんですよ。でめちゃくちゃ連戦した時があったんですけど、でその時僕ボコボコにされて、アドバイスもらえないでしょうかって話をしたら、僕の気づかなかったような視点からのアドバイスが地上戦の考え方とか差し替え仕方とか、いやこの人めちゃめちゃ格闘ゲームやっぱ真剣にやってるし、こんなに真剣に教えてくれるんだと思って、その時は本当にありがたかったです。グラブルバーサスをやって一番対空の精度が高いと思ったプレイヤーさんで、対空精度が高い。タコさんの精度がすごくて、タイミングをずらす技とかあるじゃないですか。それをいかにうまく何回もやってもちゃんと全部対空合わせて。そんな人間いるわけない。そんな人間いるわけない。俺もそう思ってたんですよ。この人はマジでそれを実現するプレイヤーさんなんですよ。たまたまです、たまたまです。お二人が使用しているキャラクターについても聞いていきましょう。稼働初期からグランっていうこのゲームの主人公の非常にスタンダードなキャラを使っていたんですけど、シーズンが変わったりとかバージョンが上がったりとか新キャラが増えていってグランでやっぱ厳しい組み合わせっていうのが少しずつ増えてきちゃったんですよ。どうしても厳しいキャラ相手に出すためにそのサブキャラみたいな感じでベリアルってキャラを練習し始めた。ベリアルは聞いたことありますよ。あれこのキャラ動かしててめちゃめちゃ楽しいぞってなって、基本メインベリアルで、ベリアルってちょっとやりづらいキャラには逆にグランを出すみたいな、そういう感じになりましたね。一番最初からシャルロッテを使ってて、シーズン2になってシャルロッテできつい組み合わせに対して用意しときたいなって、でそこで最初に目つけたのがやっぱりベリアル、闇に
手を染めてしまった感じなんですけど全キャラにいけてしまうぐらいの性能を持ってるなってかぶせ大成功いやすごいよなこれベリアルはね原作グランブルファンタジーでも人権キャラと言われてるんでただ自分の中ではやっぱそのシャルロッテにやっぱちょっとこだわりを持ってたんで、大会とか出るときはシャルロッテとベリアルを1回ずつ出すっていうのを大体決めてて、大丈夫ですかそれ縛りプレイになってません大丈夫ですかあえて自分に縛りつけることで今じゃなくてその先も見据えて後々良くなればいいなって思いながらやってる感じでしたね。強いキャラクターっていうのはそれだけで修正入ってしまう可能性高いですね。もちろんそうです。4月に追加された新キャラクターユーステスについてお二人に伺っていきます。銃を持ってるキャラクターで、飛び道具が非常に優秀なんですけど、飛び道具だけじゃないのがユーステスのいいところで意外と近距離もいけてしまうキャラで、突進技みたいなそこからなんかいろんな必殺技に派生できたりとかできることが多いなっていうのがユーステスの印象です。なるほど。自分もシャルロッテを使ってるのでためキャラにはすごい慣れてるつもりだったんですけど、弾からすぐ弾につなぐみたいなことが結構多かったりするので、貯める時間があまりにも短い時があってコンボも難かったりもしますね。シャルロッテ、メーテラなど8キャラクターのバランス調整がありました。お二人にとって影響はありましたか？一番大きかったのが僕が使ってるそのベリアルってキャラクターのしゃがみコパン、この手をシュッシュッシュッってやるこれがあるんですけど、これをガードさせた時の熱いの有利フレームが今まではなんかかなり有利でいろいろ当たってもコンボにいける性能だったんですけど、5分になって今までできた連携だとか意外と割られちゃうなってことがあったり、5分にした後に相手のなんか持ってる技が結構強い暴れを持ったりするとその後の状況がなんか逆に悪くなっちゃうんですよ。こっちが何やっても相手の技に負けちゃうみたいな、それなんか調整入ったから僕全キャラトレモで調べ直しましたね。シャルロッテも調整ちょうど入ってて、遠距離 B 攻撃すっごい速さでブンブン振れるようになったんですよ。パワーアップしてるじゃん。おおと思って、こんなに短い剣でも差し合いできるかなって思ったんですけど、それでもやっぱ短いは短いんだなって思ってやっぱリーチって大切だなって思いましたね。バランス調整でいきなりリーチは伸びないですからね。そうですね。なかなか伸びないですよね。そして、レイジ、グランブルファンタジー VS2021 サマー開催の発表もありました。いやレイジやっと来たかって感じですね。去年のレイジも2回とも出たんですけど2回ともあまり自分の実力不足であまりいい結果を出していなくて、で今回から僕やっとベリアルって自分の手札も増えて今年こそはっていう気持ちですよね。勝ちたいです本当に。1回目はベスト8まで、ファイナルまで残れたんで、2回目はオンライン予選で終わってしまったので、今回できればやっぱファイナルに残って、あの舞台でもう1回ガメラと戦ってみたいな感じ。強敵になるライバルだなっていう人いたら教えてもらいたいんですけど。強いなってもやっぱりガメラさんがいて、ガメラさんって普段ランクマッチで練習をされてるんですけど、その降格システムが増えてもう強いやつしかマスターランクまでいないんですよ今のランクマッチ。その中でも多分勝率8割9割ぐらい多分あって、ランクマ1位ですから。もう全員1位ってやつだ。世界1位なんで。ランクマ怪獣って言われてますよガメラ。ランクマ怪獣ガメラ飛んでくるぞあいつらって。いいね。自分の中でちょっとこの人もしかしたらって思ってる人がいて、それは M ダッシュさん。3M ダッシュ。対抗戦だったり本当に勝率がやばくて勝ちまくってるんですよ。クラブルだけじゃなくて KOF と同時進行でやってて両方とも勝ってるみたいなイメージがあって、もしかするとってちょっと思ってますね。注目プレイヤー聞くと見るのが楽しくなってくるからね。そうですね。そして5月に行われた第3回ソウルサバイバーではお二人のですね直接対決もあったと伺っております。ミナーズでまずレンさんと対戦させていただいて、飛びと地上戦の使い分けにかなりめちゃくちゃうまいなって思ったんで、もう対応力の高いグランを選択したんですよ。なるほど。そうもうグランの対空やそんな能力を持ってしてもやっぱレンさんを落とせなくて、そこで負けてしまって、なんですけどルーザーズで再びマッチングしたんですね。いやグランで無理なら魂の強いと噂のベリアルを使うかってなってあくまでね噂のベリアルを使うかってなって、その時はなんかいろいろ噛み合って僕が勝てましたね。その時のこと覚えてます？あんま覚えてないですね。いや出た。それはもうしょうがない。覚えてないんだよ。いやこの話の流れからちょうどいいな。ここで戦えばいいじゃない。そうですよ。そろそろねお二人の対戦見せていただきたいんですけど、よろしいですか？はい、頑張ります。お願いします。お願いします。2試合選手制で対戦していただきます。タコ選手 vs レン選手。
レンさんは地上戦と飛びの使い方が本当にうまいので、それに翻弄されないように頑張っていきたいと思います。できれば勝ちたいただそれだけです。ではないけど、本当に勝ってるところを見せれたらいいなって思います。よろしくお願いします。お願いします。あとレディアルはやはり飛び道具、護翼やこれを使った、連携非常に強力ですね。この飛び道具を、屈曲することで攻めを展開したりということで、これですね、こういった連続的な攻めは非常に飛んでいく。しかしそこに対してのシャドットは、機動力というか突進系キャラクターですね。リーチはそれほど長くないんですが、このように突進技や非常に速いジャンプを使って接近戦を仕掛けていくキャラクター、うまく割り込んで屈曲からコンボにつないでいくのがタコ、そして下段、さらに攻めが続きます。そしてお互い奥義、非常に強力な技が使えるような状態になっている。割り込んでいる、当たった。ブリリアントムーンでの割り込み、ただこれ割り込んだ、ここで解放技荒波アシスト、やられたらやりたい。ただ残っているぞ。どうなる。まず1番目、おお対空しっかりと見ていました。これはね、対空精度高いと言ってらっしゃいましたから。とはいえ、流れ的にはどちらもね、ちょっと難しくないような非常にいい内容。ここはうまくずらしていきました。そしてソード・オブ・リミエールからのリルッター、バウンドを誘ってホーリーエラーというコンボ中断。これいわゆる、画期的な技をこのねシャドットは持ってますから、飛びが通ると流れが変わりますよね。一気に高火力ダメージコンボブリリアントムーン狙ってありますが、またしてもこのノーブルストラテジー、いわゆる百奇襲的なところで攻め込んでいきました。こう一度攻め込むことができれば、このゲームの攻めのうまさ、そして対空のうまさ、こちらはやはりタココンボにつないでいく、しっかりとコンボにつないで十分なダメージを与えることに成功だが、おっと避けているんですけど、その隙をついたのはレンです。見事ダウンを奪って攻めにつないでいくか、うまいカウンターヒット、ただしっかりとつないでいきます。さすがです。さらに投げていきます。体力リードはタコ、おお割り込んでいる、解放技ノーブルエクスキューション、相当なダメージだ。ゴールのところまで持っていったぞ。さあお攻め、このリエルしゃがみヒット、しっかりとグリッターをするぞ。ちょうどじゃないですか。落ち攻めに成功しましたレン。まず1試合目を取ったのはレンとなりました。ここまでそのタコがですね攻めるところに対して、奥義解放技無敵技を使って割り込んでいくっていうところがうまく成功しているように見えましたね。そんなにタコさん悪いことしてるわけじゃないですよね。勝負どころでの、レンの割り込み、これが効いていると言っていいでしょう。攻めを展開していくのはレンですが、しゃがみ M 非常に強力な下段攻撃避けて入れ替わってるぞ。これ狙ってたんだ。なるほど。アスモデウス屈曲、さらにノトリアでもダウンを奪った相当なヘリ、ただプラス攻撃ですね。おお、そちらも見てる。グリッターを押そうと見ていたレネゲトンで倒しきれるか。見事です、完璧。やられたらやり返そう、地で言ってますね。グランブルファンタジー VS 体力ゲージの下にアイコンがあるんですけど、技を使うとそのアイコンがグレーに消えるんですよ。でこうグレーになった瞬間見て技を入力するっていうアイコン確認というテクニックがあって、先ほどそれを使ったのかなと予想します。突進技もアイコンを見ていればその技が出る前に、出た瞬間に出したことが分かるので、それに対応したのが一瞬早く対応取れると。上からいやここはしっかりと割り込んでいます。さあこのコンボは決まる。レネゲ飛んでしっかりロック、残るか。残りはしますが、レンどうする、絶望的だ。2試合目を取るのはタコになるのか、このまま。いやー対空の取りは見ている。決まった。1本目とは打って変わってって感じになりましたね。タコが取り返してこれで 1-1 決定戦です。さあどうなるか。キャラクター選択っていう手もあったかと思うんですけれども、ここもシャルロッテ1本で落ちていくでしょう。後ろからの攻め、ここはガードでしのぐレン。わーっと取られている。これは大きい。まずはレンが先手を取った。ダメ押しだ。連携を組み立っていきます。空中戦無敵技ガード仕切っている。これは大きい。ガーッとミスになった。これでちょっとタコは助かったが、うわー接近戦に持ち込んで結局コンボを伸ばしていきます。さ
さらに画面芯押し込んでいく。しかしこれガードでしのいだ。そしてタコも技を2つね使っていますからクールダウンが発生しています。この状況では1個技は使えない。そろそろ回復割り込んでいくのはタコだ。これ決まると画面さんコンボにつながる。どんだけやるんだ。レメゲトン倒しが決まった。これでまずタコがリーチ。どうする後がない。攻め込んでいくって展開ではうまく攻め込めてるチームもね多いんですけれども、入れ替わっている。上を見ていたノーブルストラテジープラスに対してノートリアの迎撃、そして途端からアスモディウスプラスからのこのコンボ、一気に体力大幅リードを取ったのはタコ。レンは攻めを何度か通さないといけないでしょう。そして見事大技でさあどうする。かなり苦しい。レンとしてはなんとか一瞬惜しい。おっとジャンプ攻撃、これはどうだ。しっかりとユリさんをショートダウン奪って割り込めない。ここはプラス2つ使っていますから、このクールダウンこれを回復するために全部を切り替えています。上からここは割り込んだのがタコです。バックストップ、お互いに奥義もあるぞ。そしてレンには解放義がさあレンコーだなんかオースロートに対してレゲトンでの迎撃、見事エキシビションマッチ勝者タコ。おめでとうございます。おめでとうございます。いやマジいい戦い。なんか結構うまいこと対空も見れて、なんか突進もちゃんと見れてたので、今日はなんか画面がよく見れたいい日だったなと思いました。ありがとうございました。これまた来週もやれませんかね。わかるよ。いやー悔しいですけど、でもタコさんの反射度とか対空もすごい素晴らしかったと思います。すごいいい試合でした。ありがとうございました。初級者5日の格ゲー修行格ゲーレッスン。今週は大谷先生をお招きしていつかちゃんにアドバイスしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。挨拶代わりの波動拳。多いよこれよ。ってなるんだよね。おいこれよ。うますぎるんだけど。俺もんのこれよ。竜巻そういうのもある。暴れたのは大谷。そうリュウこれは根元じゃない。お遠いぞ。発動したいね。大パンチ狙われるかもしれない。でもこれは画面を押していける。歩きガーブが渋すぎるんだけど。ほらもう画面端から中央まで持ってきた。空振りしてしまった。第2ラウンドを開始直後は ITZ が大谷先生を攻め込みます。しかし大谷先生の先読みで ITZ は苦戦。大谷先生のペースで終盤戦へ。いいいいよいいよいいよ。しい。ある。まだあるからのごめんなさい。大足はミスなのかな。ちょっと聞いてみましょうね。いやうまかったなっていう感じなんですけど、波動拳に対して結構アイアンマッスルで取ってたんですけど、アイアンマッスルよりダブルラリアットをメインに使うとこの組み合わせもっとうまくなるかなっていう感じはしました。近くで使うとかじゃなく、ダブルラリアットの腕が当たらない場所でもダブルラリアットで抜ける方がいい。ちょっと距離が近めになってて、腕が当たる。そうですね、腕が当たる位置で。それまではアーマーで取るか垂直かみたいな感じですか。球を打ってくると思ったら、ダブルラリアットのボタンを用意しておいて、相手が波動拳を打ったっていうのを見てから押すっていう。球抜けが抜けれるようになったら次のステップとしてまた前捨てを止めてみようとかになると思うんで、最初にまず波動拳を球抜けするところから頑張ってほしいかなっていう感じですね。じゃあちょっとこれ家でします。はい、ガチだ。ガチ。家でします。ありがとうございました。ありがとうございました。これは格ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、格ゲーマーユニットプロジェクト仮。前回プロデューサートヨタから各メンバーのポジションが発表された。
センターで DJ として大喜利の要的にみんなを支えていく役割をトリプルボーカルとして歌って踊ってを得意のダンスで暴れてもらえたらなと思ってます。そして楽曲がついに完成。徐々にその輪郭を表し始めた格ゲーマーユニット。ダンスボーカルを担当するナウマン、水葉、モケの3人。踊りながら歌う上で生命線となるリズム感。トレーニング中も歌いながら常にリズムを意識する。楽曲が完成したことでメロディーを歌い込んでいくなど、練習もより実践的な内容に変化。そしてこの日の練習後、メンバーの元に届いたメッセージの内容は歌詞です。はい。かっこ仮の。待ち望んでいた仮の歌詞が到着。内容も気になりますが、まずは一度歌ってみることに。届かないでもしく安心、探ったら近くに見つかるラフェラ、転んだら笑って君も僕もなしの勇者。全然わかんないな。いやめちゃくちゃ難しいなと思いました。また練習が確かにメロディーでどこまで読むのかみたいな。俺は本当なんか疑ってますからね。本当にやるんですか。実際に歌詞で歌ってみると、その難しさに戸惑う3人。いや難しいですね。キーボード叩きながら見つめるこの世界、そんな経験ないですね。歌詞を曲に当てはめるって難しいんだなって思いました。全く想像がつかなかったんで、こうなるのかっていうなんかすごい新鮮な、改めて新鮮な気持ちでこう受け止めてます。夏のデビューに向け彼らの挑戦は続く。本日も閉店のお時間となりました。ベリアルに見せられるんだなって思いました。人は魂がね、見せられます。もっともっとお二人のプライベートなところももっともっと見てみたいなって思いました。ありがとうございます。初来店のタコさん大活躍でしたね。2回目のレンさんは、惜しくも負けてしまいましたけど、そういう方は3回目絶対に呼ばれます。勝つまで呼んでください。よろしくお願いします。勝ったら終わっちゃうのかって話ですけど、なのでまたいらしてくれればなと思います。こういう貴重なお話の前にいただいて嬉しかったって、本当に楽しくお話しさせていただきありがとうございました。また機会があったら僕も呼んでください。負けて悔しい、悲しいんで本当に呼んでください。ぜひともよろしくお願いします。ということで今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様はタコ選手そしてレン選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は待望の新作ギルティギアストライブを発売日に特集。FAB 選手とロイ選手がご来店。お楽しみに。